Hi bestie、花だよ。実は今日は新しいお家で撮ってます。だからちょっと雰囲気が違うかもしれない。今日は久しぶりにみんなからの Q&A に答えながらお茶しようかなって思ってる。この前私のインスタグラムのアカウントにいろいろ募集したのね。こんな感じで大量に来てるから、ちょっともう片手で申し訳ないけど。いっぱい来てるから、これに答えながら、スマホが落ちた。なんかここにあるお菓子をつまんだり、お茶飲んだりしようかなって思ってる。このハイライトには残さないけど生きていた日というエッセイ発売されたので、皆さんよかったらチェックお願いします。これは雑貨屋さんで買って、600円ぐらいだってすごい安かったんだけど、すっごい素敵だから買っちゃったの。で、ここのスナックは、もうお箸なの？ご飯ですかみたいな感じだけど。ね、色が可愛くない？見て。ミスドのさつまいもドのブリュレのやつ。さつまいも。自分だけの世界観やファッションスタイル、美学を磨いていますか？私は Pinterest とか Instagram とかそういう SNS から最近はよく影響を受けることが多いかもしれない。街歩いてこの服可愛いみたいなチェックしたりしてる。なんか結構全方位に目向けてるけど、いろんなところからかいつまんで自分ができてる気がする。おすすめの本を教えてほしいです。おすすめの本はもちろんこのハイライトには残せないけど生きていた日という私のエッセイおすすめですよ。これを置いといて私が最近読んでる本はアルケミストっていう本。これはなんか旅をする少年のお話なんだけど、なんか旅が楽しくなる本みたいな感じかな。そういうところのまとめみたいなやつにあって確かに面白そうと思って今読んでみてる。可愛くなる、元彼見返したい。どうした？何があったの？結構ね、私のこう質問箱に恋愛関係のトピックがいっぱいありましたけど、なんかこういうさ、やる気の源が復讐心っていうか、もうなんかやり返すぞみたいな時って、なんか一番力が溢れてるっていうかすごい強い気がするの。で多分こういう今な、もう見返したみたいになってるじゃん。何されたか知らないけど、この気持ちでやってって、そしたら多分元からもどうでもよくなってくると思うのね。それから花咲いていくと思いましたから頑張れ。今年の秋は何を着ようかなと考えるのが最近はワクワクします。わかる。私もね、長袖で外に出れる時期になったからそれを考えるのがすごい楽しいんだけど、今日ちょっと長袖でも寒かったのね。マジでどういうことっていうのがいつも気温がおかしいんだけど、最近私が欲しいのはコートで大きい襟と大きいボタンのコートが好きで、それちょっとワンピースみたいなすっごいミニスカートぐらいの長さの A ラインのコートがすっごい欲しいです今、それで結構足出した感じでブーツ履くっていうそういうルックをやりたい。これから秋服のファッション気になるものたくさん出てくると思うからそれも動画にするね今度。もし1週間で2万稼がなきゃいけない時って何をしますか？私 Amazon のバイトで倉庫のこういう倉庫の作業をするバイトみたいなやつを何回かやったことあるんだけど、それで1日6時間ぐらいなんだけど多分7000円ぐらいのお給料で割かし高いので、めっちゃ体力使うんだけど、そこでなんかベトナム人の界隈と仲良くなったりとかして、なんか隣で新しい友達を作ったりとか結構ね楽しかったなっていう思い出の方が大きかったから、単発バイトをね私よくやってたから、だからそれをやるかな。横から物騒なパトカーの音が聞こえるんですけど、なんか近くなってきた。やめて。今年見てよかったなと思う映画ドラマはありますか？今年っていうか、最近で言うと2個見たんだけど、マリッジストーリーっていう映画とサブスタンスっていう映画、この2つちょっと説明しますね。マリッジストーリーは離婚をめぐる夫婦の話で、舞台監督のチャーリーと女優ニコールが愛し合いながらも価値観や夢の違いから別れを決意する息子の親権をめぐる争いを通して愛の終わりと人間の複雑さを描くっていう。この映画はいろんな賞にも選ばれてるような本当に大作、ネットフリックス限定のやつなんだけど、まずなんかネットフリックス限定のドラマが多すぎるし、全部クオリティすごすぎてマジですごいなって毎回思ってるのね。この物語は、みんなが望んでるようなハッピーエンドと言われたら違うのね。お互いにもう離れなきゃいけないって分かってるの。だけど、憎み切れないみたいな。節々に出てるところが本当にもうリアルすぎて、リアルとか知らないけど私胸がキューってなった。もうなんか、
もうどうしようもないって感じなの。とても素敵な映画だったからよかったら見てみて。もう一つの映画はサブスタンスっていう映画。これはヘルタースケルターが好きな人はもしかしたら好きかもしれない。全体的に似てるわけではないけど、女性の美に対するお話で、女性監督っていうのも似てるから、で、これ最近の映画で、超話題で、もう SNS でめっちゃ流れてきて、いろいろ。Unext 限定です。はい。私 Unext に3000円月払ってんのに、マジで月2個ぐらいしか見れてなくて、本当に最悪なんだけど、でもなんか Unext があると、大体なんか配信されてたりしてすごい安心するから、キャンセルはできない。質問を読みながら食べてたら、あと一口になってしまいました。ここのブルレのカリカリの部分がめっちゃ美味しい。最近お気に入りの曲とかありますか？はなちゃんが聴いてる曲は私も聴きたいです。こういう曲が好きです。多分出てるはず。チャーリーのクラッシュっていうアルバムが本当に好きです。半年に1回ぐらいハマってる。で、このオリビア・ディーンさんって人、すっごい歌が上手いので、パフォーマンスの映像を最近初めて見たらめっちゃ可愛くて、もう絶対大好きってなった。なんかイギリスの歌手最近聴いてるかな。あとはこういう人たちが好きです。で、最後のこの2人は結構チャーリーの電子音系の音楽と結構似てる。東京で一番好きな公園を教えてください。代々木公園は渋谷から一番近くてすごく行きやすい上に平日だと人が全然いないからやっぱり好きかなって感じ。あと、井の頭公園も好き。吉祥寺の奥の方にあるやつね。なんか全然私夜しか行ったことないんだけど、井の頭公園の近くにタピオカ屋さんがあって、なんか台湾タピオカ屋みたいな感じで、パッションフルーツティーがあるんだけど、それがすっごい美味しいから、そこでタピオカ屋さんでパッションフルーツティーを買って、井の頭公園に行くっていう、このルーティーンがあるのね。たまに。だけど。だから井の頭公園も結構好き。はなちゃんの身長は何センチですか？私の身長は163センチです。なんかイベントで会った時に、意外と身長大きいんですねとか言われちゃったりなんかして、その時はブーツでめっちゃ持ってたんだけどね。最近 SNS 見てると日本のルッキズムがすごすぎて疲れちゃいました。そういう時本読みます。国によって特色あるよね。日本だったら結構アイドル的な可愛さ求められるかなって思うけど、海外だったらもうセクシーな感じ、ホットな子が求められるとか、結構国によっても美しさの基準全然違うじゃん。それもすごいなって思ったりして、なんかもっと私学ばなきゃいけないことたくさんあるなって思ったりした。でもやっぱ SNS で悩み増えるのは絶対そうだなって思う。だから自衛大切、みんな自衛大切。守ってご自分で。数日前から突然の虚無感、空っぽになった気持ち。今沈んでるなら必ず起き上がれる日が来るはず。浮き上がります。この本にも書いてあります。ぜひぜひみんなもこの本沈んだ時に読んでほしいなって思うんだけども、私もね、2、3ヶ月というかもう、なんか3日おきぐらいに感情が変わるみたいな感じなのね。全体的に沈んでる時と、全体的にいい感じの時っていう大きな波があるんだけど、いい時のタイミングでもめっちゃ良くない時とかいい時とかみたいな。ずっと不安定です。で、多分この不安定さは私がまだ年齢が若いからなのかなって思うんだけど、でも編集者さんといろいろ話してた時に言われたのが、大人の人に言われたのは、大人になってったら結構慣れてくるんだって。感情の浮き沈みに慣れてくるから、どんどん対処できてくるようになるよって言ってたから、そしたらじゃあ今若いからこういう気持ちになってるのかなって私は思った。みんな見てくれてるのかなとか、そういう興味に陥って、YouTube のモチベがゼロになる時とか全然あるよ。そういう時にみんなの DM とか来るのって読むともう本当に浮き上がれる。本当にみんなにはめちゃめちゃ感謝しててありがとうございますって感じで。でもそれでも全然うまくいかない時とも本当にあるから、私は無理にあげようとはしてなくて結構戦うつもりでやってる。虚無ね。はい、OK。なんで虚無なのって感じで自分自身と戦いながらやってるから、もうこのめちゃめちゃカオスな時代でこうやってね、虚無な時も自分を立ち上がらせる。だから虚無になった時は、でも多分ハンナちゃんも虚無だろうな、今みたいな。大丈夫。絶対大丈夫。起き上がれます。昨日、マジで食って寝てで終わっちゃった。仲間です。昨日ね、買い物しに行ったんだけど、買いたいやつがなくて、で、Vlog も撮ろうと思ったのになんか微妙な感じになっちゃって、で、バーガーキングに行って、バーガーを食べる気力もなかったからポテトだけ頼んで、なぜかドトールに行って、バーガーキングで飲み物一緒に買えばいいところをなぜか店を変えてドトールに行って、ロイヤルミルクティーを飲んで、なんか本当に今までなんか食事気をつけてたのに、すべてパーになるみたいな食生活をして、家に帰って何の収穫もないみたいな感じで今日見てたから大丈夫だよ。はなちゃん友達とどんなこと話してる？本当に会話ができなさすぎて真剣に悩んでる。どんなこと話してんだろう？社会の話とか、
そういうディスカッションみたいな。友達とはあんましないかも。何話してるかって言われたら本当に覚えてないかも。あ、YouTube! なんか芸人さんの YouTube とか、これ見たみたいな、なんかそういう話とかかな。なんか何話してるかってちょっと覚えてないかも。はなちゃんのお金の使い方というか価値観が知りたいです。大きいお金を使うってなったら何使いますかって言われたら、絶対旅行。ブランド品とか、お洋服とかも可愛いのめっちゃある。めちゃめちゃあるけど、なんかこの前ね、すごい血眼で私の好きなブランドのお洋服を探してたの。でもそれがね、割と高かったのね。なんで私こんなに高い服欲しいんだろうみたいになって、そこで改めて自分のお金の使い方について考えてみたんだけど、その結果私が一番大金を使いたいのはどこかって考えたら旅行だったのね。30年後に欲しいかって言われたら別にそうでもないじゃん。だって前までデパコス全く興味なくて使ってなかったんだけど、最近使ってみたらすごい良くて、リップは、色はね、正直そんな変わらない部分もあるけど、なんで高いやつにするかって言ったら、めっちゃテンションが上がる。カバンに入ってると。それぞれの分野の中でも、これはお金かけたい。これはいいや、みたいな感じで決めると、すごい物を選ぶのが楽になるから、よかったら試してみて。最近のリップは何を使ってますか？最近のリップは、今使ってるやつはね、アミューズのこのリップ。このティントを唇全体の塗って、なんか下地的な感じにして、このイヴ・サンローランのラブサンシャインキャンディーグローバームっていうリップ、これを上につける。このリップはね、結構高いんですけど、私初めてイヴ・サンローランのリップ買ってめちゃくちゃ可愛いし、超ジューシーなの。で、こういうデパコスのリップって空港に結構たくさん売ってるじゃん。だから空港で買おうと思ったらこの色だけなくて、だからもしかしたらこの色人気なのかもしれないと思ったら余計欲しくなっちゃって買っちゃった。でこの2つを重ね付けするのに結構最近ハマってる。はなちゃんは60歳になったら何がしたいですか？私60歳になったらもう休んでたいかな。なんか私はずっと仕事、一生仕事したいとかいう願望は全然なくて、今めっちゃ頑張りたいマインドなのね。若いうちにしかできないことが私が夢を叶える過程においてすごく大切だったから今私このタイミングじゃねと思って頑張ってます。最後の方はもうなんか農業みたいな、なんかそういう感じ。田んぼ耕すとかゆっくりした生活を老後は送りたいなと思ってるから、それに向けて今全力で行けるところまで遡ろうみたいな感じでやってる。みんなはどう？なんかずっと働きたいみたいな人もいるよね。私はちょっともう本当に休んでたいなって思うから老後のために今頑張ってます。そうです。タトゥーに対してどう思いますか？自分自身で入れようっていう気はあんまりないけど、このお仕事してるとタトゥー入ってる人めっちゃいるのね。すごいかっこいいなと思ったし、見せてって感じで見せてもらったりとか、なんかカラフルなタトゥー入れてる人がいるの。韓国人の方と仕事をよくするんだけど、おしゃれなタトゥー入れてる人が多くて、やっぱ日本だとタトゥーに対する考え方は昔の歴史的なものがあるから、当然親世代で理解が難しい方もたくさんいると思うし、固定概念自分にこういうのあったんだみたいな途中で気づくときない？わかる？そういうのがよくあって、私ももしかしたらその内側の自分の中にそういう考えがあるのかなって思ったりしてちょっと怖くなったりもするけど、それに対して意味があるものだったら私はすごい素敵だなって思うし、聞きたい。なんでそれ入れたのみたいな。よくはなちゃんが動画でも言ってるおすすめの香水なんだっけ？私がおすすめの香水はルラボのアナザー13っていう香りです。ルラボの香りはね、私全部結構好きなのね。だからルラボの店舗とか行ったら結構匂い嗅がしてくれるから嗅がしてもらって。日本のアーティストで誰好きですか？羊文学っていう方たちがめっちゃ好きで、それも理由があって、私ホリー・ハンバーストンっていうイギリスの女の子の歌手が来日公演した時に当たり前に行ったのね、一人で。そしたらなんか突然前座が発表されて、それが羊文学さんだったので、今もめっちゃ売れてるじゃん。でその時も売れてたんだと思うけど、なぜか結構狭い箱で、それがきっかけで新曲出たら聴いたりしてる。すっごいよね。なんか風が吹くような感じの曲で。はなちゃんはカラオケで何を歌いますか？カラオケ最近全然行ってないんだけど、普通にゆいさんとか歌います。私昔ギターやってたんだけど、ライブハウスでギターを発表するみたいな会があったりして、その時小学生だったんだけど、高校生に混じってギターを発表するみたいなことをやってた謎の小学生だったんだよ、私。で、その時にバンドでゆいさんのハローっていう曲をやってて、結構思い入れある。友達がヨナオの
東京っていう曲かな。その曲をね、毎回歌うのね。だから、私はその曲、原曲で聞いたことないんだけど、その友達が歌う、そのヨナオさんの曲がすごい好きで。だからそれもよく聞く。OK、そんな感じでたくさん質問やら、いろんな感想やらいろいろ答えましたけど、皆さん楽しめましたでしょうか？なんかドーナツ食べるとか言ってさ、質問を見ながら食べちゃって食レポするもあんまうまくできないという感じだったけど、みんながこの動画を見て楽しんでくれたら嬉しいな。インスタグラムやら、X やら、TikTok やら、最近スレッズをめっちゃ投稿してます。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ私はこれから一日の疲れたこのメイクちゃんを落としたいと思います。ありがとう、見てくれて。じゃあ、また次の動画で会おうね。バイバイ。